どうもババアです。奥様です。今日もどんより雨の変わり場。ジメジメしてて嫌だね。今週は3連休なんだけど3日ともずっと雨みたい。彼岸花がお辞儀してる。昨夜の雨に打たれてしょんぼりしちゃいましたね。雲の巣も水滴だらけ。朝方の雷もひどかったよね。猫たちが雷怖がって布団に潜ってきて可愛かった。藁にもすがる思いだったんだろうね。降り続けた雨のおかげで川の水位も上昇してきました。過去一で水位が少ないとか先週言ってたのに。もう石伝いで向こう岸に歩いていくのは無理っぽいね。余裕で流されそうだね。先週はこんな感じだったのに。水がめっちゃ綺麗。でもプチ洪水の後は川底が現れてさらに綺麗になるから、来週の川の水はもっと綺麗になってると思う。来週は晴れるといいな。You're too shocked. 今日も絶好調ですね、よしひこ。Nani hila hila shitanen. Ki mushili tot melu bozuni shitando. 口の悪さも絶好調。Shitsukoi yachidai. Yochino osula shiza ajiwais taludi. 探 Gasso 偵のダサ basani. 技で草。 Antatachi Akashamani. おやアンニュイなチョロコさん。 Oshinano Onawa Nenalini Kazuku Lawyer. セクシーですね、お腹触っていいですか。 Damini Kimatalu Gianai. Ahonacode Komachiawa. チョロコさんもおもちゃで遊ぼう。 Asabu Kibunjune Noyo. ほーらおもちゃの山ですよ。 Shippo Sawan Nideo. Demo Nadelu Naot Suzuki Nazai. 怒りながら撫でられ体勢を取るチョロコさん。本日も早朝生地こね。なんかパン生地が2つあるんだけど。今日使うのは1つだけで、もう1つは旦那用の小麦粉オンリーパンです。今日は何を作るの？今日はそぼろ丼とそぼろパンを作ります。どういうこと？旦那はお米のそぼろ丼で、私はそぼろパン。パンは私しか食べないので米ぬか 50% 入れちゃった。相変わらずほぼ米ぬか。今日のパンの配合は米ぬか 50%、加水率 88% です。水分多め。白い方もついでにこねとくか。扱い雑だな。こね終わったらお掃除タイム。よしひこのチキンレースが始まった。相変わらずオラついてんな。さあよしひこさん、おもちゃを返しますよ。毎朝のルーティンで草。ほな買い物行こうか。またオープン前に行ってる。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。本日も快調にパン生地ビロビロタイム。この作業結構楽しそうなんだよね。結構どころじゃなくてめっちゃ楽しいよ。気分は子供の頃の粘土遊び。ババアそういうのめっちゃ好きそう。さて私の小麦粉ハーフパンをこねた後は旦那の無洗米でも炊いたろか。これ2合だよね。2合だね。1人前だよね。1人前だね。まあいつものことだから驚かないけどね。私の米ぬかハーフパンは塊のまんま丸ごと焼いたろ。これってババアがいつも作ってるパンだよね。そうそう、カーリバに来たらこのパン毎回作ってる。丸い型を持ってないからクッキングシートで丸というか楕円の形を作って、あとはクープナイフを入れてオーブンに突っ込んで焼くだけです。クープナイフ上達したじゃん。週末ほぼほぼ毎回切ってるからね。いい加減上達しないと。クープナイフって模様をつける以外に何か意味はあるの？パンが焼かれるとぐーっと膨らんでくるんだけど、ナイフを入れることでね、釜伸びって言ってパンに高さが出るんだよね。へえ、ちゃんと意味あるんだ。さてこの 250g のパンを焼くときに天板の半分に隙間が空くので、いつも同じ形のパンを2つ焼くことにしてるんだよね。それは
あれかな、電気代の節約的な。いや、勘がいいですね。98% ほどその通りです。ほぼほぼ正解で草。カーリバに来たらいつも家に持ち帰る用のパンをいくつか焼くから、どうせ焼くならまとめて焼いちゃえ的なね、そんな感じで毎週大量にパンを焼いています。もうパン職人じゃん。米ぬか 50% 入りのパンって需要あるかな。ババアみたいな血糖値コントロール勢はたくさんいるからね。今の仕事やってなかったらパン屋さんになりたかったな。でも早起き苦手だから無理か。無理な理由がダメ人間すぎない？ 180度の上下ヒーターで45分焼きます。それではそぼろの具材を作っていきましょう。緑のパートはピーマンにするんだね。今日ね、買い物に行ったらこの雨のせいなのかね、農家さん直売コーナーの野菜がガラガラだったんだよね。こればっかりはしょうがないよね。ピーマンはね美味しいんだけど、種の処理が面倒くさくて、どちらかというとししとう派なんだけどね。ししとうにだって種あるじゃん。そんなもん丸焼きして食べたったらええんやで。ワイルドで草。ピーマンを細切りにしてそぼろに合う味付けで調理していきます。そぼろに合う味付けとは？甘辛醤油味だよね。間違いないよね。ババア卵の殻入ってるよ。そして5つの卵を使って細かめの炒り卵を作ります。いつものスクランブルエッグとは違うの？いつものスクランブルエッグはあんまり火を通さずにね、トロットロに仕上げてるんだけど、そぼろで使う卵はね、結構細かめにほぐした方がご飯に合って美味しいんだよね。そうなんだ。卵の味付けは砂糖と合法パウダー。はいはい、合法。じゃあまずは炒り卵から作っていくよ。オッケー、いっちゃって。あれ、お箸4本握ってる。炒り卵をより細かくするためのコツですよ。ほんとだ、めっちゃ細かくなった。まずは炒り卵の完成。ふわふわで美味しそう。次はピーマンを炒めましょう。入れ方躊躇ねえな。量でなんて勢いですよ、勢い。ピーマン切れてないじゃん。ちゃんと切れてますよ。あれ、これって切れてないって言ったら消されるパターンなのかな。綺麗に切れてるピーマンの中に砂糖と醤油。ほんと綺麗に切れてるね。本当はみりんも使いたいところだけど、血糖値のことを考えて、ババアは血糖値が上がらない果糖を使ってるのでね、それだけにしておきました。血糖値コントロール勢は大変だね。本当だよ、みりん入れた方が絶対美味しいのに。ピーマンを炒めた後、洗ってないフライパンにひき肉をドン。なぜ洗わない？いや、同じ味付けだからさ。せっかくだからピーマンのエキスも肉に染み込ませようと思って。大雑把すぎてドン引きだわ。ひき肉の中にも砂糖と醤油。分量はこれぐらい。多分大さじ2杯ぐらいです。ありがとう、白様。ちゃんと自分で言いなよ。何気に醤油と砂糖って万能だよね。この組み合わせで味付けさえすればどんなご飯でも美味しくなるもんね。醤油と砂糖を過信しすぎてる気はするけど、おおむね合ってる。かろうじて水菜をゲットしたので、この水菜でサラダとスープを作ります。まあスープといってもね、インスタント味噌汁と水菜を合わせるだけなんですけどね。インスタントに一手間加えてて偉いじゃん。何この音。ちゃんとカメラのマイクにも入ってたね。この時の雷ね、地響きがしたんだよね。これ雷なの？怖っ。もういつ停電するんじゃないかと思ってドキドキしてました。とりあえず水菜は茎と葉っぱに分解。水菜の茎のとこってシャキシャキしてて美味しいよね。そうそう、生で食べても美味しいし、火を通してもちゃんと歯ごたえが残るし、水菜って意外と使えるやつなんですよね。ところでなんで水菜買ったの？レタスの代わり。水菜ってレタスの代わりになるかな？なるかなじゃなくて、するんです。今日のババアは推しが強いな。なんか大量になっちゃったのでタッパーに入れて明日に持ち越しましょう。明日はどんな料理で使われるのかな？レタスの代わりです。ああ、やっぱり？ピーマンの端っこと水菜茹でとこ。めっちゃでかく焼けてる。
クープナイフを入れたおかげでしっかりと釜伸びしましたね。やっぱスープナイフ入れるのって正解なんだね。旦那用の白パンはよそに置いといて、ババア専用ハーフパン。こんがり焼けてるじゃん。もうめちゃくちゃ熱くて指先やけど不可避。焼きたてだから切りにくそうだね。そうそう、上から力を入れるとパンが潰れちゃうからね。ギコギコと引きながら軽く切らなきゃいけないんだけど、この状態で切るの無理じゃね。ということで助っ人登場。なんか出てきた。昨日作ったハーフパンです。気の利いた料理番組みたいなことやってんな。これならババアの指も熱くない。そりゃそうでしょうよ。まあ今日焼いたパンも昨日焼いたパンも配合は全く一緒なんでね。しょうがないから許してやるよ。さてババアのパンにそぼろをトッピング。なんかめっちゃカロリー足されてるけど、マヨネーズで土手を作ります。これのこと土手って呼ぶんだ。そしてこの土手の中に具材を乗せていきます。なるほどね。こうするとこぼれないもんね。めっちゃ和風味の具材を乗せてるけど、この米ぬかパンに和風の具材の味ってものすごく合うんだよね。やっぱ米ぬかのおかげかな。そしてさらにカロリーを追加。チーズまで乗せちゃってるよ。さあこれをオーブンで焼いていきましょう。レタスの代わりの水菜サラダ。全然レタスの代用になってないけど。そしてピーマンと水菜のインスタント味噌汁。何これでかっ。自分のそぼろ丼は自分で作るの旦那が登場しました。これ丼じゃなくてボウルだよね。え、丼ですけど。あ、これも消されるやつなんだ。はい、丼です。丼の上に思い存分具材を乗っけてもらいましょう。みるみるご飯が埋め尽くされていく。そしてマイ梅干しとマイたくあんも乗せる。こういう副菜いろいろと隠し持ってそう。旦那専用の冷蔵庫の中にはなんかわけのわからないものがいっぱい詰まってるよ。専用冷蔵庫まであるんだ。ババアのそぼろパンもできました。何これ美味しそうじゃん。そして定番のコーヒーゼリースイーツ。今日も品数が少ないから欠かせませんね。映え要因で草。ということで完成しましたそぼろ丼とそぼろパン。適当味噌汁と適当サラダ。適当の冠多すぎない？それではいただきましょう。絶対これボウルだよね。そぼろ丼。あ、はい、丼です。最近旦那は胃腸のことを考えて一食のお米は2合にしています。胃腸のことを考えて？昔は一食3合食べてたんだよね。やっぱ胃袋鉄製だな。そしてババアとジジイはベジファースト。健康を第一に考えないとね。でも米2合だし、マヨネーズで防御壁作ってるし。水菜サラダはヘルシーで美味しいですね。そして水菜入りのお味噌汁も最高です。水菜食べればゼロカロリー信者なんだろうな。さあそれではそぼろ食べちゃおうかな。ババアはそぼろパン、ジジイはそぼろ丼。味は絶対美味しいよねこれ。もうね、間違いない美味しさ。やっぱ和風の味付けと米ぬかパンは合うな。そぼろ丼もめっちゃ美味しそうじゃん。ババアは食べてないからわかんないけど、なんかめっちゃ美味しかったらしいよ。そういえばランチで米炊いたの久しぶりだな。ということで美味しかったです。さよなら。バイバイ。